はい、今回はついにリリースされた定番ピッチ編集ソフトのメジャーアップデート、メロダイン5について解説していきます。ピッチ編集のクオリティと作業効率を向上する様々な新機能が追加されていますので、ぜひご注目ください。まずは視察音のコントロールについてです。メロダイン5では、ボーカルの中の視察音部分を自動的に検出し、その他の部分とは違う処理を行うことで、ピッチ編集のクオリティを向上させています。視察音がメロダインにどのように検出・表示されるか見てみましょう。ボーカルサンプルと合わせて画面をご覧ください。Yeah, 踏み出して step into the my side. 例えば、この踏み出してのしの部分ですが、他のノートの部分とは異なり、縦縞模様で表示されています。この表示が視察音として認識されているということを表しています。一般的に視察音にはピッチがありません。ピッチがあるのはそれに伴う母音の部分です。このように視察音と母音がセットになったピッチを上下させた場合、メロダイン5では視察音の周波数に影響がないようになりました。実際にやってみましょう。やや大げさに動かしてみます。このように見た目上のピッチは変わりますが、Yeah, 踏み出して stop. 視察音の周波数が全く変わらないことで、従来よりも自然な仕上がりとなっています。このようなことを全く意識することなく実現できるという点がメロダイン5の大きな特徴です。また、ノートの長さを変更する場合、自然な発音では視察音の長さは変わりません。変わるのは母音の部分の長さです。メロダイン5ではこの部分も考慮され、視察音を含むノートの長さを伸ばした場合、このように母音の部分のみが伸び、視察音の部分は伸びません。Yeah, 踏み出して 逆に縮めた場合、一定の比率までは縮みませんが、それを超えると自然な響きとなるよう縮みます。Yeah, 踏み出して 視察音検出機能では、ブレスもその一種として検出されます。ただし、視察音とは若干異なり、独立したノートとして編集することができます。ブレスのピッチを変更した場合、視察音と同様に周波数が変わることはありません。ブレスの長さを変えた場合、視察音と違い、その通りに伸び縮みします。Yeah, yeah. しかし、人間の挙動を正確に模倣し、自動的に処理を行いますので、従来よりもかなり自然な仕上がりとなっています。続いて、視察音バランスツールについてです。この機能は音量ツールのカテゴリーに分類されていて、ノートの視察音とその他の成分のボリュームの比率をコントロールします。視察音を含むノートを上下にドラッグしてみましょう。上にドラッグすると、母音部分が小さくなります。下にドラッグすると、母音部分が大きくなり、視察音は小さくなります。この機能はまさにディエッサーとして活用できますね。踏み出してまた逆に視察音だけにしてメロディーのリズムを変えてしまうといったことも可能になります。踏み出して stop. 続いてはフェードツールです。この機能も音量ツールのカテゴリーに含まれます。これはその名の通りで、ノートに対してフェードイン、フェードアウトを適用することができます。フェードツールでノートの端から中央に向かってドラッグすると、三角形のマークを伴ってフェードインが適用されます。こちらの赤いポイントを上下にドラッグすることで、三角形が曲線となり、フェードの形状が変わります。同じノートに対して前後にフェードを入れることもできますが、重なることはありません。両者の比率を調整することになります。Yeah, 続いてはレベル調整マクロです。これまであったピッチ補正マクロ、タイムクオンタイズマクロに加え、音量レベルのマクロも搭載されました。まず目的のノートを複数選択します。選択しない場合は全てのノートが対象となります。そして中央上のレベル調整マクロボタンをクリックします。すると、小音量のノートを大音量にと、大音量のノートを小音量にという2つのスライダーが表示されます。これらはその名の通りの結果をもたらしてくれます。やってみましょう。ノートの大きさにも注目してください。小音量のノートを大音量に。大音量のノートを小音量に。このように音量差が縮まりました。うまく使えば高機能なコンプレッサーとしてダイナミクス調整の作業を大幅に効率化してくれるでしょう。
ちなみにこれらの操作のターゲットは平均音量です。平均以下の小音量のノートを平均以上にすることや、平均以上の大音量のノートを平均以下にすることはできません。続いてはダブルクリックによるピッチ補正とピッチ補正マクロについてです。メロダイン5では2つの新しいコアテクノロジーが採用され、ダブルクリックとマクロの編集結果がさらに音楽的になりました。ピッチセンター計算のイノベーティブな手法により、メロダインはイントネーションの問題箇所をリスナーが感じる上で、音のどの部分にウェイトがあるのかを正確に識別します。機能や操作感自体は変わらないのですが、ダブルクリックによる補正やマクロを使用した際に補正結果に不自然さが少なくなり、その後さらに細かく修正するといった作業が軽減されます。続いてはコード検出とコードトラックについてです。メロダイン5ではトラックに含まれるノートからコードを検出し、コードトラックに表示することができるようになりました。コードを検出するには、まずポリフォニック楽器を取り込んでおきます。今回はこの取り込み済みのパッドで行ってみます。まだコード分析を行っていませんが、先にコードトラックを表示しておきましょう。オプションメニューから和音表示を選択します。このようにコードが表示されました。その上で編集メニューからコードとキー、コードを分析へと進みます。このように分析結果がコードトラックに反映されました。分析結果に間違いがある場合は手動で直すこともできます。コードを右クリックで他の候補が表示されますので、該当するものがあれば選択します。もしない場合は直接打ち込んでも OK です。一般的なコード表記法であれば、表現の揺らぎがあってもメロダインが認識してくれます。任意のコードを右クリックし、和音視聴にチェックを入れると、コード表記を選択した際に、このようにギターの音で視聴することができます。コード分析を行っておくと、ピッチグリッド設定でコードスケールを選択した際に、例えばこの Gm7 の部分では、それまでとグリッドが変更されるなど、柔軟なスケール対応ができるようになっています。続いては、新アルゴリズム、パーカッシブピッチについてです。ここに808のタムのサンプルがあります。これまでのメロダインでは、このような楽器のアルゴリズムには、パーカッシブを選択するのが通常でした。ただ、パーカッシブだと、ご覧の通り音階の情報はなく、半音単位の相対値で表されます。このようにパーカッションでありながらピッチの要素もある楽器に最適なのがパーカッシブピッチアルゴリズムです。アルゴリズムメニューからパーカッシブピッチを選択して再検出してみましょう。このように音階を伴って表示されました。これで楽曲との整合性を考慮しながらパーカッションのピッチ調整ができるようになります。続いてショートカットについてです。メロダイン5のショートカット設定ではコマンド名とショートカット名の2つで検索できるようになりました。これによりコマンドを検索すると同時に割り当て済みのショートカットを検索し、重ならないようにショートカットを設定したり、各々を編集したりといったことが可能となります。また、メロダイン5には特定の DAW に合わせたショートカットテンプレートが付属しています。メロダインが初めてなら、慣れ親しんだ DAW のショートカットをデフォルトアサインに切り替えることができます。最後に Q バージョンとの互換性についてです。メロダイン4以前で編集したプロジェクトをメロダイン5で開いた場合、新機能は一旦オフとなり、以前の編集内容を完全に再現できるよう配慮されています。もちろんそこから新機能を活用し、編集し直していくことも可能です。このあたりの詳細はマニュアルをご参照ください。はい、以上今回はメロダイン5について新機能の主要部分を中心に解説しました。かなり強力なメジャーアップデートとなっています。ぜひ入手してその実力を確かめてみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。